先行サーバーレポートの時間がやってきました。今回は初の二重属性人形ソップと水のミティールが登場しました。ソップの追加と同時にロベラとアルバの上位キーによって氷の性能が大幅に強化され、水にも優秀なアタッカーが追加されましたね。いつも通り具体的なスペックの話というよりはラフに紹介していこうと思います。AR 招待のソップがついに登場です。ソップは氷、火の二重属性を持つアタッカー人形です。味方の属性に応じて開始時の属性が決まり、実質的には氷寄りの性能になっています。ソップは氷モードと火モードを切り替えながらスキルを使用し、スキル内容も各モードによって少し変化します。氷タイルと火マスの両方を設置できるため、単独で氷足す火の属性反応を起こせるのも特徴です。ソップ自身の火力もかなり高めで、氷の火力不足を解消しています。非編成でも使えなくはないですが、枠がありません。他の火人形とのシナジーがやや弱めですね。ソップと同時にロベラの上位キー、そしてミティールと同時にアルバの上位キーが追加されました。全体的に火力が大きく上昇したのが特徴です。まずロベラですが、スタックをより素早く貯められるようになります。さらに通常攻撃を多く使う構成へ変更されます。およそ 50% ほど強化されたと言われており、ソップと共に氷の主力火力を担います。アルバは上位キーによってシールド所持人形の与えダメージ追加増加、防御無視 15% 追加、自身のダメージ増加などを獲得しました。これによって氷は全体的にかなり強力となり、現在の先行版では最強属性になっています。この影響で氷はソップ足すロベラ足すアルバが固定編成です。そしてグローザ14を入れられるなら当然採用。その後はドゥシェーブヌイ、ヘレン、マキアートの中から2人を採用する形になります。また全体的な火力上昇によって氷のコスパも改善されました。ミティールは水の新しいアタッカーです。同時にサブリナ以外では珍しい水マス設置人形でもあります。新世代の水人形らしく召喚ギミックを持っており、水では珍しい範囲スキルも所持しています。火力も高めで水の新たな主力アタッカーになります。ニキータよりもダメージが出るレベルですね。そのため水はハルタ、フローレンス、リュシ、ミティールが基本となり、空いた枠にグローザ14あるいはニキータやトロロが入ります。また最近追加された属性反応システムを活用できる貴重なマス設置人形でもありますね。水足す火は連続発動によるダメージ、水足す電は連鎖ダメージ、水足す3は一般精鋭ユニット即死、水足す氷はシールド生成など、水属性自体が反応面で優秀なのに加え、ミティール自身の無突性能も高いため確保する価値のある人形ですね。最近大型イベント後半ソップ期間に合わせて反復回廊というイベントが開催されました。簡単に言えば上に行くほど難しくなるタワー塔歯型コンテンツで、戦闘は多数の雑魚敵が出現する通常ステージ形式です。30回までは報酬としてダイヤや各種アイテムを獲得でき、5回ごとに属性衝突クリア券を1枚もらえます。クリア券を使うと毎週属性の1エリアを即クリアして報酬を受け取れます。つまり全エリアの完全クリアは不可能ですね。30回以降は実質的に報酬がなく、ランキング競争がメインになります。階層が上がるほど雑魚敵のステータスがとんでもなく上昇するため、ドルフロに初心者時代を思い出して遮蔽やノックバックなどの戦略も重要になります。そして属性反応も重要な戦略要素の一つとして機能します。移動力減少、麻痺、
一般的即死などボス戦では不要だった能力が重要になるわけですね。反復回廊はシーズン制で開催されますが、連続開催されるわけではありません。どの程度間隔が空くのかはまだよくわかっていません。ただ、新たなエンドコンテンツらしいので、チャレンジが好きなプレイヤーなら期待できそうです。